台所の蛇腹ホースから入れていきます。入れていって、で、作業中、作業前に水流して、特に流れ悪くないかなっていう感じで、で、高圧洗浄入れてったら、やっぱりこう水が上がってくる素振りがあったんですよ。で、なんだろうなと思って、で、こういったところが、まあ、油がいたような跡にはなるんですよね。あのぐらいであればもうペラペラのやつなので、直接その詰まりにはすぐには原因になってくるものではないので大丈夫かなというところでして、そしたら2メートルぐらい進んだところからこうやって水が溜まり始めちゃうんですよね。この
感じですと、もう缶の半分ぐらいはい。水が溜まっちゃってて、はい。それが詰まりが原因であれば取り除けるんですけども、はい。こう見ていく感じ、こっちが缶の下側なんですよね。はい。なので、もしなんか汚れでせき止めてるのであれば、こっち側に何か油の塊とかいるかと思うんですけども、ここが何もないような状態なんですよ。なので、こうなってくると、純粋にその排水管のその勾配っていう、はい。通常でしたら、1メートルにつき1センチとかはい。かけてる下り坂になってるんですけども、そういったのが逆になっちゃってるような感じで、水が溜まっちゃってるような感じなんですよね。入れてって、ここで落ちて、で、これで縦の缶になるので、はい。これで2回行って、1回行ってっていう感じにはなるんですよね。はい。なので、ここまで汚れが落ちてれば問題はないんですよね。ただ、その勾配に関して言うと、ちょっと、高圧洗浄だけだとどうしようもない部分があるので、まあ、これはしょうがないってことですね。勾配。そうです、そうです、そうです。で、勾配が悪いと、あそこにこうずっと水が溜まってるような状態になるので、はい。例えば油とか、まあ、料理した後とかですよね、に、使用後とかの、お皿とかについてた油とかがあそこに溜まりやすくなっちゃうんですよね。で、詰まりの頻度が、ちゃんと勾配が取れてるところよりかは高くなってはしまうかなっていうところではあるんですよ。料理後とかに、はい。なんかお鍋1杯程度のお水を流してあげるとか、はそういったのをしていただければ、まあ、詰まるまでの間隔はこう伸ばせるかなっていうのただそのフライパンの油とかピッてやったらだけじゃなくて、はいコップ1杯ぐらいの、まあ、水を流してたまらない油がたまらないようにすればいいって感じですね。そうですね。たまらないのと、あとはその水の力で油とかを汚れを奥に押し流してくれるので、かなり予防にはなるかなと思います。チクなこれ中古で買ったらね、築30年ぐらい。で、その30年の間の途中で住まわれてみたいな。そうですね。一回リフォームはしました。そうですね。で、住まわれてからは特にこの台所が顕著にこう水が上がってくるっていうのはなかった。今までなかったです。そこまで油とかも溜まりづらいというか、多分ちゃんと油拭き取ってやられてるのかなとは思いますので、まあ、今まで通り使っていただいて、プラスアルファでこう桶とかで流してあげると、より快適に長く持つのがいいと思います。